こんにちは。リトルピープルです。家庭菜園にぴったりの植物たち紹介していきたいと思います。チャンネル登録よろしくお願いします。8月に植える野菜は秋野菜までのつなぎ野菜になります。8月植え野菜の土作りは前作の収穫期間が終わったら早めに行って秋野菜の植え付けに間に合うよう計画的に栽培しましょう。7月の収穫が終わってすぐの用土に野菜を植えると土の中の養分がなくなっているため野菜の生育が悪くなってしまいます。種まきや苗の植え付けの遅くても2週間前には8月植えの野菜に向けて土作りを終えて終わらせておくことが上手に育てるポイントです。8月に育てる野菜は秋野菜を植え付ける前に収穫するものなので収穫までが短い野菜や畑を休ませる時間を確保できるポット巻きの野菜をメインにするのがおすすめです。短期間で収穫が終わる品種を選べば秋野菜の植え付けに間に合わせることができます。カリフラワー種まき時期8月中旬、苗の植え付け時期8月下旬です。カリフラワーは8月に植える野菜です。種まきは8月中旬までが適期です。品種は収穫までの日数からは世種、中性種、晩生種に分けられます。株が小さいうちにある程度の低温に合うと花つぼみが分化するのが早生種で株が大きくなってからかなりの低い温度に相当期間あって花つぼみが分化するのが晩生種です。また食べ頃の花つぼみが通常のサイズより小さなミニタイプ品種も開発されています。家庭菜園では早生種、中性種が栽培しやすいでしょう。なおカリフラワーは現在のところブロッコリーのように脇芽が育って再度収穫という楽しみのある品種はありません。品種は晩生種、8月取り、冬取りがおすすめです。栽培期間が長く難易度は高めです。カリフラワーは春と夏以降が植え付け時期です。日当たりと水はけの良い場所に1箇所あたりに3粒の種を深さ 1cm でまいて本葉が2枚出たら苗を1本残して間引きます。収穫まで約3ヶ月です。キャベツは8月に植える野菜です。種まき時期8月上旬、苗からの時期8月中旬、種まきは8月上旬までが適期です。種をまく期間が短いのでタイミングを逃さないようにしましょう。ポット巻きがおすすめ。キャベツは春と夏が植え付け時期です。日当たりと水はけの良い場所を選んで1箇所あたりに3粒の種を深さ 1cm でまきます。本葉が2枚出たら苗を1本残して間引きましょう。大きく充実した玉をならせるには追肥と土寄せをしっかりと行い外葉を大きく葉数を多く育てることが大切です。種まきから収穫までの日数は約110日130日となります。収穫までは約3ヶ月です。小松菜は種まき時期8月、苗からの時期8月です。小松菜は8月に植える野菜です。種まきも苗からも8月が適期です。気温が高いと発芽させるのが難しいので日よけをしながら涼しい場所で育苗しましょう。小松菜は春から秋が植え付け時期です。日当たりと水はけの良い場所を選んで深さ5、10mm で種をまき本葉が触れ合うタイミングで苗を間引きます。収穫までは約 1.5 ヶ月です。近年は小松菜と同系統の野菜と交配して暑さに強いもの、食味が良いものなどが育成されています。小松菜には長葉系と丸葉系がありますが耐暑性や耐寒性が優れている丸葉系がおすすめです。養病は薬剤による防除ができないのでダイヤ米製品種を選びましょう。水菜は8月に植える野菜です。高温が苦手なので涼しい場所でポットに種をまいて8月下旬以降に苗を植え付けます。水だけでも育つから水菜と呼ばれています。水菜は春と秋が植え付け時期です。水菜の生育適温は15、
25°C です。耐寒性に強く、冷涼な気候を好むため、暑すぎる真夏や極寒の冬を除けば、基本一年中栽培できます。夏は水菜の成長が早いです。対処性はやや弱いので、気温が25度以上になると成長が止まります。できるだけ直射日光と高温を避けられる場所に置いて育てましょう。また冬の間も霜に注意して日光にしっかり当てれば、ゆっくりではありますが成長します。日当たりと水はけの良い場所に1箇所あたり3、4粒の種を約 1cm の深さにまきます。本葉が触れ合うタイミングで間引きながら育てましょう。主な作業は水やり、追肥、土寄せなどです。収穫までは約2ヶ月です。芽キャベツは苗から8月上旬、芽キャベツは8月に植える野菜です。苗の植え付けは8月上旬までです。温暖地なら8月でも種まきができます。育てやすく茎に出る小さなキャベツに似た葉を収穫します。キャベツは葉物野菜の中でも虫に食べられやすく、肥えた土を必要とするので栽培が難しい部類に入ります。ただポイントさえ押さえておけば初心者でも十分に栽培できますので、ぜひチャレンジしてみてください。芽キャベツは春と秋が植え付け時期です。日当たりと水はけの良い場所に3、4粒の種を深さ 1cm でまいて、本葉が触れ合うタイミングで間引きます。約2ヶ月で収穫できます。セロリは種まき、孵化、苗からの時期8月、セロリは8月に植える野菜です。苗の植え付けは8月下旬までが適期です。サラダや炒め物など広く料理に使える栄養価の高い葉野菜です。セロリは露地栽培はもちろん、プランターや植木鉢でも育てられるので家庭菜園におすすめの葉野菜です。セロリは酸性の土壌を嫌います。栽培に適している pH は 6.0、6.5、土壌の酸性度が強い場合は、植え付けをする2週間前までに苦土石灰を土に混ぜ、土壌の酸性度を調整しておきましょう。また、肥沃な土地を好むため、堆肥や化成肥料、油かすや鶏糞を入れてよくすき込むことが大切です。種まきから収穫まで150日以上かかるので、難易度は少し高めで中級者向けです。白菜は8月に植える野菜です。種まきは8月中旬、下旬までが適期です。害虫がつきやすいので、ポットで育ててから畑に苗を移植する方法がおすすめです。白菜は春と秋が植え付け時期です。日当たりと水はけの良い場所に1箇所あたりに3粒深さ 1cm で種をまいて、発芽したら苗を1本に間引きます。種まきから収穫までの日数から和生、中生、晩生種がありますが、家庭菜園では早く収穫できる和生種、中生種が作りやすいでしょう。結球の内部まで黄色い寄神系品種が育成され、漬物などにしても色が綺麗なことから人気が出ています。収穫までは約3ヶ月です。葉ネギは8月に植える野菜です。苗の植え付けは8月中旬からです。気温が高い時期は日よけをして育てましょう。薬味に使える葉ネギはベランダ菜園におすすめです。葉ネギは春から秋が植え付け時期です。葉ネギは日当たりと風通しの良い場所で育てます。1日4、5時間ほど日照りを確保できれば半日陰でも育ちますが、日当たりの良い方がよく成長します。日当たりと水はけの良い場所に深さ 1cm で種をまき、発芽後は本葉が触れ合うタイミングで苗を間引きます。収穫まで約2ヶ月です。じゃがいも、植え付け8月中旬、じゃがいもは8月に植える野菜です。植え付けは8月中旬が適期です。じゃがいもは春だけでなく、品種によっては秋にも栽培可能です。栽培も簡単なので少しでも植えていると重宝します。植え付け期間が短いので時期を逃さないようにしましょう。遅れると収穫までたどり着けなくなります。じゃがいもはナス科の野菜です。原産地は南米アンデス地方で、
冷涼な気候で日当たりの良い環境を好みます。人参は8月に種をまく野菜です。種まきは8月上旬まで適期です。移植ができないので種から育てます。水切れすると発芽しないので、梅雨のうちに種をまくのがコツ。人参は春と夏が種まき時期です。人参は虫にもやられにくく育てやすい野菜ですが、発芽しにくい点だけには注意が必要です。特に夏巻きの場合は土が乾燥しやすいので保湿に気を配りましょう。日当たりと水はけの良い場所に深さ約 5mm で種を2、3粒まいて2、3回の間引きをして株を大きく育てましょう。収穫までは約3ヶ月です。玉ねぎ、種まき、8月下旬、苗から孵化。玉ねぎは8月に植える野菜です。種まきは8月下旬以降が適期です。苗を育てて畑に移植します。収穫が翌年の春以降で期間は長めですが、難易度は普通で中級者向け。玉ねぎは秋から翌年の春までが栽培時期です。育苗トレイに種を浅く筋巻きして間引きながら苗を育てます。根元が鉛筆ほどの太さになったら畑に植え付けます。収穫までの作業は水やり、追肥、マルチなどです。以上が8月に植える野菜トップ11種類です。栄養価も高いものが多いのでおすすめです。楽しい家庭菜園ライフ応援します。これからもいろいろな植物の育て方について情報発信していこうと思います。よかったらグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。